今回は私が大切にしている心が整う7つの暮らしの工夫についてお話ししてみようと思います。あっという間に1年の終わりが見えてきて、なんとなく心がそわそわしやすい時期がやってきました。予定が増えたり、やらなければいけないことを考え出すと、頭の中も心の中もだんだんとせわしくなってきます。そんな中でもできるだけ皆さんの休日が心穏やかなものになるヒントになったら嬉しいです。一つ目はコーヒーを入れることです。以前はコンビニでコーヒーを買っていた私ですが、ドリッパーをプレゼントでいただいてから自分の手で入れるようになりました。お湯を注いでゆっくり落ちていくのをじっと待つこの数分間が小さな瞑想タイムのよう。お休みの日の朝に、おやつタイムに、お部屋にはとてもいい香りが広がります。落ち着きたいとき、温かいコーヒーをお気に入りのマグカップに入れてほっと一息つくのもいいかもしれません。二つ目はお香を焚くことです。家事を終えた後、夜眠る前、気持ちを切り替えたりリラックスさせる時のお気に入りのアイテム。マッチについた火、お香からスーッと昇る煙を見ていると、少しの間そこに意識が向けられて、考えていたことから離れることができます。20分前後と短い時間なのも切り替えをするのにとてもいい長さ。ほんのりと優しい香りが広がってリラックスすることができます。3つ目は本を読むことです。私はエッセイや物語を読んで、その世界に入り込む時間がとても好きです。それがたった5分や10分でも、集中している間は気持ちが切り替わり、リラックスできることに気がつきました。集中が途切れて現実にふわふわと戻ってくる感覚がとても心地いいです。時間があるとどうしてもスマホを触ってしまうことも多いのですが、活字を読んでリラックスするのも大切にしたい時間の一つです。4つ目はやりたいことを片付けることです。ついつい後回しにしてしまう小さなやらなくちゃを片付けられると、私は気分がとてもすっきりとします。逆に小さなやらなくちゃが溜まってくると、頭の中もそれでいっぱいに。ずっと気になっている場所のお掃除、書類や配送物の片付け、溜まってきているなぁと感じた時には、予定を調整してでもやる価値はあると私は思っています。5つ目は一人で時間を過ごすことです。人と会った次の日はなるべく予定を空けて一人で静かに過ごすことを私はとても大切にしています。気を使ってしまう心を休めるためでもあり、話したことや感じたことを改めて自分の中で考え整理するためです。2日間お休みがあったら
一日はお部屋の中で好きなことをしてもいいし、ただぼーっとするのもいいと思います。そうする時間を持つことで、また次に好きな人たちに会いに行くことができます。6つ目は文字を書くことです。もともと頭の中で考えること、それを言葉に置き換えることが好きな私は、時間をかけて少しずつ文字を書くことを習慣化できるようになりました。手帳にはその月にできたことや印象的だった出来事、読んだ本の感想などを書きます。文章を書こうとする時間は自分自身と対話する時間でもあるので、新しい気づきや発見があったり、考えが整理されていきます。今はデジタルで文章を書くことも多いですが、あえてゆっくりと時間をかけて自分の手で文字を書いて眺めることも心が整うことの一つだと思います。7つ目は歩くことです。私が歩くことが好きなのは、気分を切り替えたり、考え事ができたり、綺麗な景色を見ることができるから。家で一人悶々としているとき、外に出てみるとアイデアが浮かんできたり、難しく考えていたことを簡単に考えられるようになったりするので、とても不思議です。歩くときはスマホは置いて出かけ、歩いて出会うものだけに集中します。デジタルなものや情報から離れたいときに、歩くことはとてもいいリラックス方法だと思います。大きなお金をかけなくても、今の暮らしの中で少し意識をするだけで、心を整えることはできるのではないかと思います。忙しい日々の中で心を整えるために大事なのは、今この瞬間に集中することなのかもしれません。いろんなことがあるけれど、少しだけでも心が落ち着くことをお守りとして持っておけたらいいですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの休日が心穏やかなものでありますように。